はいどうもこんにちは、宮尾健二です。今日はですね、新しくリアボックスを買いましたのでご紹介したいと思います。こちらですね、元ボアット BB の 47ADV というリアボックスになります。以前はですね、ジビの B37 というリアボックスを使っていたんですが、こちらも非常に良かったんですけれども、ちょっと丸みを帯びている形をしていたので、デッドスペースが生まれやすいというか、使い勝手という点では、もう少し四角い方が使い勝手がいいかなと思いまして、今回こちらのボックスを選んでみました。あとアルミ製の頑丈なボックスも流行ってますけど、あちらはジビ製なら5万近くしますし、中華製でもね2万くらいします。対してこちらは今 Amazon で9000円ちょっとくらいですかね。安い時は7000円台だったらしいんですが、それぐらいの値段ですので、圧倒的に安いっていうのもいいところですね。外観はこんな感じです。先ほどのカメラとは違うカメラなので、ちょっと色合いが変わってしまってすいません。で、こちらはですね、標準でバックレストもついてまして、安っぽい感じは全くしなくてですね、見た目的にはジビ製のものとほとんど変わらない感じです。ちょっと一部逆光で見づらいので、参考にですね、別で撮っておいたこちらの写真もご覧ください。四角い形なので、株にも似合っていると個人的には感じます。続いて鍵の開け閉めなんですけれども、ここはちょっと個性的というかコツが必要ですね。開けるときは普通に鍵を回すとこのように開くんですけれども、閉めるときには上の部分を押し込んで次に下の部分を押し込んだまま鍵を回して閉めるという形になります。ちょっとコツが必要なので慣れるまでは難しくはないんですけれども、めんどくさく感じるかもしれませんね。続いて荷室、荷室というかボックスの中なんですけれども、こんな感じです。鍵の部分がですね、少しだけ出っ張ってますけど、四角くて使いやすい形をしてます。ちょっとね、ピントが暴れてしまっていてすいません。やっとちょっとピント落ち着きましたかね。で、中にはですね、ブリーフケースみたいなですね、荷物押さえのベルトがついています。これはジビの B37 にはなかったんですが、ボックス内でですね、荷物が暴れるのを抑えられるのでいいですね。ボックスの縁はですね、特にゴムのパッキンのようなものはなくてですね、そのままですね。ここは今まで使っていたジビのボックスの場合、このようにですね、ゴム製のパッキンがぐるりとはまっていましたが、元ボアットにはありませんでした。だからといって水漏れするとかっていうことはないようなんですが、カタカタ音がするので自分でスポンジ的なものを挟んだというブログを見かけたことがあります。今のところカタカタ音は感じないんですけれども、もし気になるようなら同じように対策を取ろうかなと思ってます。あとこちらのですね、蓋が向こう側に開きすぎてしまわないようにするためのストッパーというんでしょうか。ここはですね、ジビの B37 の場合、ちょっと短めなのか、少し揺らすと勢いよく蓋が閉まってきてしまっていたんですけれども、こちらはちょうどいい長さですね。あとジビと比べて明らかにクオリティが低いと感じた部分がこちら、鍵の部分です。蓋が開いている状態で上から覗くとですね、このようにスプリング部分などが丸見えで、雨なんかですぐに錆びそうですし、若干カタカタしています。とはいえですね、ジビに比べて圧倒的に安いので、比べる方が酷ですし、実はこの部分スペアパーツが売ってまして、お値段も1000円しないくらいなので、傷んだらさっさと取り替えてしまうのも手だと思います。形はこのように、四角い形で、サイズはボックス内側で幅 545mm、奥行き 390mm、高さ 260mm で、キーシリンダーのくぼみのある部分だけ、奥行き 340mm という形になってます。ヘルメットもですね、2つくらい入りそうですが、OG 系兜のカムイ2を入れてみたところですね、このような向きでしか入りませんでした。この向きでも入るかなと思ったんですけれども、後ろの部分がこんな感じで当たってしまってダメでした。ちなみに、ジビの B37 の場合はこんな感じです。ジビに比べると荷物は入れやすく感じますし、またデッドスペースが出にくいので使い勝手はいいですね。車体への取り付けに関してはこのようなベースを使って取り付けます。ほとんどジビと一緒ですね。
で、取り付けなんですけれども、最終的にはね、こんな感じの位置で取り付けました。またしてもピントが来ていなくてすいません。キャリアはね、ワールドウォーク製のものを使用しています。下から見るとこんな感じになるんですけど、取り付け金具の前後の幅をですね、もう少し取りたいところだったんですが、絶妙に位置が合わなかったので、結局こんな感じになりました。こうしてみるとですね、ちょっと不安に感じますが、以前つけていたジビもですね、こんな感じでしたので、おそらく大丈夫だと思います。念のためにですね、走り出す前には簡単に確認してから乗り出すことにしたいと思います。で、横から見るとですね、こんな感じでかなり後ろ側につけてますが、これはキャンツーとかですね、ロングツーリングの際に、こんな風にさらに荷物を乗せたいがためのスペースです。ただかなり後ろ荷重になるので、センタースタンドをかけてちょっと荷重をかけると、こんな風にウィリー状態になります。僕は普段はあんまりセンタースタンド使わずにですね、サイドスタンドしか使ってないですから OK としたいと思います。で、あとこれボックスを横から見たところなんですが、上の部分がですね、ほぼ平らなので、キャンプツーリングなどでさらに荷物を積みたい時なんかは、この上にも重ねてですね、荷物が積めそうです。ちなみにこの上に取り付けるキャリアも別売りで発売されてます。あとですね、最初からキャリアも付いている、モトボワット BB47ADVXT というものも発売されたらしいです。ジビの B37 今まで使っていたものなんですがの場合はですね、こんな風に上部が平らではないので上に積むのはちょっと難しいですね。今まで使っていたものに比べて容量的には10リッターアップしたわけなんですけど、外観はですねそんなに大きくなったようには感じられないですね。こうしてみるとですね、横幅は確かに大きくなりましたが、高さや奥行きはですねあんまり変わらないように見えますし、実際ですね持て余すような大きさではないので、これぐらいの大きさならですね普段使いでも使いやすそうです。いかがでしたでしょうか。確かにですね、鍵のクオリティとか、ゴムの縁取りの部分、パッキンの部分など、ジビに比べてクオリティが下がる部分もあるんですけれども、値段がね、半分以下であることを考えたら、コスパも高くてですね、十分使えると思います。あとはですね、これから使い込んでみて何か不具合とか不満な部分なんかが出てくれば、また報告したいと思います。それでは本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とコメント、高評価もいただけると今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた。